こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ企画です。今日は高級 2-in-1PC ヨガ 7i 2-in-1 ジェン10と低価格帯の 2-in-1PC アイディアパッド5 2-in-1 ジェン10を何が違うのかも解説しつつ2つ同時にレビューします。 2-in-1PC とは普通のノート PC の形状からタブレットの形状に変形することができる製品で、一台二役であることから 2-in-1PC と呼ばれています。今回レビューする PC はヒンジが360度回転するタイプの 2-in-1PC で、タブレット形状だけでなく L 字形状やテント形状にして使うことができます。ペンで何かを描くときはタブレット形状にしたり、動画を見ながら手前に紙のノートを広げるときはテント形状にしたりすると便利です。ただ一般の方は言うほどこれらの形状にすることは少ないですし、どうしても重量が重くなってしまうので、もしかしたらタブレットにして使うかもしれない程度に考えている方は普通のノート PC の方が個人的にはおすすめです。前置きが長くなりましたが、それではレビューしていきます。なお機種名が長いのでジェン10の部分は以降省略します。まずヨガ 7i 2-in-1 の大きな特徴はビーガンレザーを採用した天板です。すごく手触りがいいですし、優雅なデザインで外へ持ち運んで自慢したくなる製品です。シーシェルという貝殻のようなカラーで、ボディにはアルミニウムを採用し丸みを帯びている部分も素敵です。男性だけでなく女性にも合う上品さです。重量は約 1.38kg となっており、モバイル専用ノート PC よりは重いですが持ち運べないこともない重さです。一方アイディアパッド5 2-in-1 は天板はアルミ素材ですが底面に樹脂を採用しコストを削減しています。見た目は特別悪くはありませんが、ヨガ 7i 2-in-1 と比べると高級感はありません。また重量が約 1.60kg とやや重いです。外へ持ち運ぶにはちょっと重く感じる重量です。どちらもペンが付属していますが、ヨガ 7i 2-in-1 は本体と同色の専用のペンで統一感がありおしゃれです。書き心地も適度な摩擦感がありつつも強すぎることもなく滑らかに線が引けます。一方アイディアパッド5 2-in-1 のペンは他の機種でも使われる汎用的なペンです。ただ PC のディスプレイのフィルムが摩擦感が強すぎて線を引くと突っかかる感じがあります。文字を書く程度ならいいですが、繊細なタッチが要求されるイラストなどは描きにくいです。ペンを使うのが目的ならあまりおすすめはしません。ディスプレイはヨガ 7i 2-in-1 については 2.8K の有機 EL を採用しています。色の表示できる範囲を示す色域が 100%DCI-P3 と広く、画像や映像を色鮮やかに表示することができます。画像編集や動画編集などもしたいと思っているならヨガ 7i 2-in-1 の方がおすすめです。一方アイディアパッド5 2-in-1 は 1920×1200 ドットの IPS 液晶を搭載しています。色域は 45%NTSC となっており、ヨガ 7i 2-in-1 と比べると狭いことが一目瞭然です。ただ資料の作成など色をあまり気にしなくても良い作業がほとんどであればこちらの機種でもいいでしょう。なおどちらの機種も表面は光沢なので周囲のものが映り込みやすいです。せめて価格が高いヨガ 7i 2-in-1 だけでも iPad などのように反射が低減されたディスプレイが良かったかなと思います。 CPU 性能についてはどちらも悪くありませんが少し特徴があります。ヨガ 7i 2-in-1 はインテルの Core Ultra 200V シリーズを搭載し、アイディアパッド5 2-in-1 は AMD Ryzen AI300 シリーズを搭載しています。今回レビューしている機器はヨガ 7i 2-in-1 が Core Ultra 5 228V、 アイディアパッド5 2-in-1 が Ryzen AI5 340を搭載していますが、ご覧のように CPU 性能および NPU 性能は Ryzen AI5 340の方がやや高くなっています。一方 GPU 性能は Core Ultra 5 228V の方がかなり高くなっています。動画編集やゲームなど GPU 負荷の高い処理をするなら Core Ultra 200V シリーズの方が適しています。 GPU に負荷のかかる作業をあまりしないなら Ryzen AI300 シリーズでいいでしょう。メモリはヨガ 7i 2-in-1 が最大 32GB、
IdeaPad 5 2-in-1 が最大 16GB となっています。ローカル PC 上で AI 処理を実行する場合、メモリが 32GB ないと動かない機能もあるようです。そのため今後ローカルで AI 処理を実行したいと思っている方は IdeaPad 5 2-in-1 だと物足りない性能です。しかもオンボードメモリなので後から増設することもできません。ローカル上で AI 処理を行おうと思っているならYoga 7i 2-in-1 の方がおすすめです。続いてバッテリー駆動時間を紹介します。Yoga 7i 2-in-1 は 70Wh とバッテリー容量が多く CPU も省電力の Core Ultra 200V です。一方 IdeaPad 5 2-in-1 は 57Wh とバッテリー容量は少ないです。ただディスプレイ解像度が低いのでディスプレイについては IdeaPad 5 2-in-1 の方が省電力です。なおどちらもタッチパネルに対応しているので普通のノート PC よりもやや消費電力が高くなりバッテリー駆動時間は短めになります。バッテリー駆動時間はご覧の通りです。メーカー側で計測した動画再生時のバッテリー駆動時間および当チャンネルで計測した動画編集ソフトで動画をプレビュー再生させた時のバッテリー駆動時間はどちらも Yoga 7i 2-in-1 の方がやや長かったです。キーボードについては大きな差は感じません。どちらも普通の打ちやすさです。どちらもキートップが湾曲しており指のフィット感はいいですがバックスペースキーとエンターキーがやや小さいです。スピーカー音についてはYoga 7i 2-in-1 の方が良かったです。内部は大きくは変わりません。両方とも冷却ファンが2つ、ヒートパイプが1本あります。SSD はタイプ2242のものが搭載されており空いている M.2 スロットはありません。インターフェースはYoga 7i 2-in-1 の USB-C ポートが左右のどちらの側面にも搭載されている点が嬉しいです。左右のどちらからでも充電器を接続できるのは便利です。またYoga 7i 2-in-1 の USB-C ポートはサンダーボルト4にも対応しています。もちろんパワーデリバリーおよび映像出力にも対応しています。一方 IdeaPad 5 2-in-1 は片方の側面にしか USB-C ポートがなくまたサンダーボルト4にも対応していません。ただしパワーデリバリーおよび映像出力には対応しています。価格はYoga 7i 2-in-1 の Core Ultra 5のモデルが18万円台、Core Ultra 7のモデルが21万円台となっています。IdeaPad 5 2-in-1 の Ryzen AI5 モデルは10万円台、Ryzen AI7 モデルでも13万円台と安いです。IdeaPad 5 2-in-1 は AI-PC を安く購入したい方には魅力的に映る製品だと思います。ただやはりメモリが 16GB までしか搭載できない点はローカル PC 上で AI 処理を実行するのにネックになってくるかもしれません。以上がYoga 7i 2-in-1 と IdeaPad 5 2-in-1 のレビューでした。Yoga 7i 2-in-1 は見た目が上品で高級感があり、ペンも使いやすく、重量も IdeaPad 5 2-in-1 よりは軽く、高級機らしいデザインと性能です。一方、IdeaPad 5 2-in-1 はペンが使いにくく、ディスプレイの色域も狭く、重量も重いですが、価格がかなり安いです。以上を踏まえご自分の予算用途に合った製品をお選びください。何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。最後に当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いします。